はい、皆さんこんにちは、アキヤです。今回僕はなんとですね、今アメリカロサンゼルスに来ておりまして、今なんとアップルのね新製品の発表イベントにご紹介していただきました。まずはなんといってもこちらの MacBook Pro でございます。今回から MacBook Pro と iMac はナノテクスチャーガラスを、追加できるようになりました。またちょっとそれもね後ほど詳しく紹介していきます。そして次、こちらが7色のカラー展開のiMac でございます。今回ですね、色味が実は原色に近いよりピュアなカラーに変わっています。全てのカラーにおいてちょっとね見た目が変わってて結構濃くなってるので、僕的には結構インパクトのあるカラーに、なってるんじゃないかなと感じております。でそして今回の目玉だと思うのがこちらです。 Mac mini でございます。このコンパクトさ、 iPhone 16 Pro Max と比べてもこのサイズ感、縦の幅は小さいし横幅も全然ちっちゃいね、本当にコンパクトなモデルになっています。なんだけどめちゃくちゃパワフルなので、スペックとかに関してはねちょっとこっから後ほどねご紹介できればなというふうに思っております。ということで皆さん、今回は現地レポートをやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、というわけでですね、皆さんついにですね、アップルから M4Mac が発表されました。なんとね、今回アップルさんに、ロサンゼルスにねご招待いただきまして、今も3日目でこの後ねちょっとフライトに乗って帰るんですけれども、ちょっと弾丸でね、実際にハンズオンをしてきて、たくさんね新製品についてね、説明を受けたりとか、実際にね聞きたいことをたくさん聞いてきたりとかね、実際に手に取って持ってみて、どういった質感なのか、どういったサイズ感なのかとか、もう本当にね詳しくね見てきたので、それらをね全てこのね動画ではまとめていけたらなというふうに思っております。ということでね、早速もう見ていきましょう。ちょっとね情報を間違えたくないので、ちょっと iPhone でねカンペを見ながらね許してください。今回ですね、新しく発表されたものについて軽くおさらいなんですが、3つ新しく発表されました。1つ目が M4 の iMac です。はい、iMac というねデスクトップ型の PC が発表されました。で2つ目が Mac mini ですね。本当に小さくて可愛いキュートなね、これはデスクトップ PC ですね。iMac はディスプレイと一体型の PC で、 Mac mini はディスプレイとかがない、もう本当に PC だけ、本体だけのものになるので、モニターとかマウスとかは自分で用意する必要がある、そういったね、Mac mini と呼ばれるものが新しく出ました。でさらに MacBook Pro シリーズですね。これも新しくね、大幅な進化をして、登場したといった形になっています。でその他にもマジックマウスであったりとか、マジックトラックパッドなど、周辺のねアクセサリー類が、USB Type-C に変更したということで、もともとライトニング端子だったものが、充電方法はねそのままなんですけど、一応 USB-C のね、端子になったと、そういったところが進化ポイントになっています。でそもそも今回の Mac シリーズの中で全てにおいて共通点がいくつかございます。それが M4 チップシリーズを搭載しているということですね。今回 M4 チップを搭載した Mac の発表です。 M4、M4 Pro、M4 Max、 このね3つのうちのどれかを搭載している、そういった Mac になっています。でこの M4 チップモデルにさらに共通点があって、それがですね、今回からメモリが 8GB っていうものが全て撤廃されて 16GB スタート、 PC のメモリサイズが 16GB からスタートという風になっています。でさらに全体的に外部ディスプレイの、接続可能台数っていうのがね結構増えているモデルがね結構多かったりしますので、さらにねディスプレイをね、デュアルディスプレイ、トリプルディスプレイとねやっていきたい方にとっても、ありがたいね、仕様変更という風になっています。そして今回ねすごくいいなと思ったのが、価格が基本的に結構低めでした。低めなのと、据え置きっていうね、前のモデルと進化はしてるんだけど価格は同じままとかで、あるいはメモリが8から16になってることによって、実質値下げだよねみたいな、そういった見方もできると思うんですけど、これらのね主な共通点がありますので、この辺もね詳しくねここから見ていけたらなと思っています。でそして最後がなんといっても Apple Intelligence 向けに設計された Mac シリーズであるっていうところが、最もね大きな共通点といったところになってきます。Apple Intelligence っていうね、Apple の AI を最適化、最速で使うというような形で開発をされているといったところが共通点で挙げられます。でここで一つ注意点なんですが、 M4 チップじゃないと Apple Intelligence が使えないのじゃないか、そういったことはありません。 M1 とか M2、M3、M4 チップなどと Apple シリコンを搭載した Mac であれば Apple Intelligence は使うことが可能です。なので M4 チップを買わないといけない、そういったわけではないんですよ。ただですね、 M4 チップがもう Apple Intelligence 向けにね設計をされていますので、より処理がね早かったりとか、やっぱり画像の生成とかいろんな生成をするときにそれがより早くなったりとかね、あとはね、メモリもね 16GB スタートになるので、やっぱりパソコンの負荷とか
がこうローカルでのね処理が多いみたいなんですけど、そういったところでねかなり恩恵があるっていうのが M4 チップなのかなというふうに認識をしております。で今回のイベントで Apple Intelligence をもう普通に見せてくれたんですよ。でそれがねすごく感動的だったんですけど、で実際に英語圏、アメリカとかではちょうどねこの Mac の発表と同時に Mac Sequoia とかもねアップデートが入って Apple Intelligence が使えるようになりました。なので英語版であれば使うことは可能です。で実際にねデモンストレーションしてみてもらったんですけど、これがね結構本当にすごくて、例えばねメモアプリからこうテキスト、文章をねこう選択して、でそれらをこう要約させてくれるとか、あとはこうちょっとこう賢い言い方に直してくれる、ビジネス文にね変換してくれる、要約してくれるっていうことも一瞬でねこうやってくれるんですよね。でしかもねなんかそのやることの動作のなんかアクションみたいなこう虹色のブワーみたいなのがすごいこうなんかアップルらしいというか、ちょっとこうそこまで洗練されている、ただただテキストがパッて置き換われるだけじゃなくてブワーンっていう感じでこう生まれ変わるみたいな、そういったこうねアニメーションというかそういったこう演出があるんですよね。iPhone 同士でくっつけてエアドロップをするとブワーンつってここがねこう伝送していけると思うんですけど、あんな感じなのが、Apple Intelligence では結構続々と、見れるという、すごくねそういったところまで楽しめるところだなと思いました。他にもね人の顔の写真とかを、読み込んであげて、それをねアニメーション風とかイラスト風とかねこういろんなこうパターンとしてこう生成というか、似顔絵みたいなのを似顔絵というかこうちゃんとねこう作られた描かれたようなすごくね可愛いものをねパッてね生み出してくれたりもするんですよね。でそのね生成の UI 自体もねやっぱりすごくいいなと思いましたし、結構いろんなねこうカスタマイズができるんですよね。例えばその顔と、背景と選んであげれば、それらを組み合わせた、ものが出てくるし、そこからさらにその人にアクセサリーをつけたいみたいな感じでちょっとねバンドをつけて、さらにねその背景とバンドとその顔をミックスさせて生成させると、それね一瞬でこう出すことができたりとかね。でこの速度も結構速いじゃないですか。でこの、生成されるこの速さみたいなその処理速度っていうのがやっぱりこの M4 チップであることによってすごくねこう高速に処理をされると、スムーズにね変換されるっていうところが今回のね魅力的なところかなと思っています。でこの Apple Intelligence に関してはもうめちゃめちゃねいろいろとできることがあるんですよ。もう本当にねもうやれることが多すぎて紹介しきれないんですけど、僕的にすごく良かったって思うのが、例えば Siri ですね。Siri をね使うときに今までね Hey Siri って言ってこうバーをね出すことによって Siri をねこう出すことができていたと思うんですけど、これからはですね Siri を呼び出してからそのねバー自体も自由に動かすこともできるし、タイピングで入力をすることもできます。今まで音声だったのがタイピングで入力をすることもできるし、なんなら Siri と ChatGPT が統合されているので何かを聞けばそれらを答えてくれるんですよね。でそれってね実際どういう時に使えるかっていうと、例えば Mac の操作方法がわからないみたいな、この Mac で例えばじゃあデータを引き継ぎたいなってなった時にそれらを今までいちいち調べてやっていて、で Apple のホームページに行ってちょっと見にくいさ文字だらけのものとかをさこう見てみたいなことがあったじゃないですか。でそういうのももう Siri に聞いてしまえばもう全部やり方を出してくれるんですよっていうところで、本当にこう身近にね質問できる。でそれらをしっかりと AI がね適切に簡潔に答えてくれるっていうところがすごく良かったですね。で他にもすごくねいいと思うのがパスポートとか、例えばこう場所の詳細とかこう PDF の内容みたいなものをそれらをねしっかりと読み取って教えてくれるんですよ。例えば航空券を予約するってなった時にパスポート番号を入力しないってなったら、パスポートの画像が例えばファインダーの中とかに1個でも入っておけばそれらを読み取ってこの番号ですよみたいなことをこう入力してくれるんですよね。そういったこともねできたりするし、あとはねあの時の写真が見たいってなったらそういったね写真のイメージを伝えればそれをね検索をしてくれて出してくれるんですよね。これですみたいな感じで、なのでこうデータをね整理しきらなくても、データがねもうぐちゃぐちゃな人、僕も最近整理できてないんですけど、そういう人たちはもうねデータもねもうぐっちゃぐちゃのねファインダーの中身でもすぐに出せると、そういったところもすごくね使いやすい。もちろん動画でもそうなんですけど、瞬時にね動画、例えば友達5人と公園で歌っていた時の芝生の上で寝転んでいた時の動画って言ったらそれが出てくるからみたいな、ほんまにあればね、そういうようなね使い方ができるといったところになってきます。こんな感じで Apple Intelligence だけでもねすごくもう動画が始まらへんくなっちゃうんで、もう一旦この辺にしておきますが、かなりね実際に見てみると本当にできることも多かったし、すごくねいいなと思いましたので、ちょっとこれはね、日本のね対応はねまだ来年になっちゃうんですけれども、ここら辺もね楽しみに待ちたいと思います。なのでこれをね思う存分やりたい方は結構やっぱりね M4 っていう選択肢に持っていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでそれでは皆さん大変お待たせいたしました。ここから新製品をしっかり一個一個ね紹介していきたいと思います。まずは iMac ですね。 M4 チップ搭載の iMac が発表されました。今回大きなね外観の違いっていうのはないんですね。ただ色が結構変わってます。なんか僕的にはパッと見た感じ、
違うなって思ったんですよ。僕はね、レビュー動画も出してると思うんですけど、緑の、グリーンカラーの iMac を実際 M1 チップの搭載モデルを持ってるんですね。で、あれは結構ね、グリーンなんだけど、ちょっと青っぽさもね、ちょっと混じってるような感じがするんですが、今回の iMac のカラーバリエーションは、シリーズ的には変わってはないんですが、より原色に近いピュアなカラーになっている気がします。ピンクはよりピンクに、紫はよりパープルに、でグリーンはよりグリーンにみたいな、ちょっとこう他の色が混じってない、よりこうね、しっかりとこう本当に原色に近いようなカラーになってるような感じがもう一目で僕は感じましたね。前モデルの今回のも両方とも色っていうのはしっかりと出るので、結構インパクトはね両方ともあるので、色が薄いなっていうことは両方ともないかなと思います。ただちょっと色のね感じっていうのは実際には変わっていると思います。でもちろんパフォーマンスっていうところもねかなり上がっていますと、 CPU 性能でいうと M1 モデルのチップよりも約 1.7 倍速くて M3 よりも約 1.3 倍速いパフォーマンスですね。で GPU 性能も10コアで M1 モデルよりも2倍速くて、で M3 モデルよりも約 1.1 倍速いパフォーマンスであるといったところになってきます。これはね結構 M1 チップモデルよりもかなり上がってますよね。で Mac のねホームページとか、こういった発表の時に M2 とか M3 とかの1個前よりも結構 M2、M1 とかちょっとさらにもっと前のものと比較する傾向があると思うんですが、それに関しては僕はね結構それがねいいと思うんですよ。というのも M3 から M4 に、ね、乗り換える方ってあんまりいないと思うので、なんなら僕は M1 を持ってるからこそ、だから M1 との差が知りたいっていうところもあるので、そもそも M4 のね今回 Mac が出たんですが M3 モデルをねこう持ってる方はそこまでね劇的な改善っていうのはあんまりねこう期待せずに、ハード側の変更点をよりですね、購入すると感じられるんじゃないかなというふうには感じております。でこのパフォーマンスに関してはインテルベースの iMac のモデルに比べると約6倍の速さなんですって。なのでもう本当にインテルのね Apple シリコンを搭載しない Mac だったらもう爆速だと思うので、この辺はねかなり大きいですね。で今回から最小モデルでもメモリが 16GB でね選ぶことができるようになってますので、Apple Intelligence の、ね、処理の関係だと思うんですけど iMac の最小も 16GB から選べるようになっています。でさらにですねナノテクスチャーガラスのねオプションをね選ぶことができるようになりました。 iMac のねナノテクオプションはね3万円のね追加になるんですけれども、これによって反射をねこう防止させるというか、反射をねこうよりさせないためのねこうコーティングみたいなそういったねこうディスプレイを選ぶことができるんですよね。でこれはね結構実際見てみたんですけど、やっぱりこう上のねこう電球みたいなものがやっぱりこう圧倒的にねこう反射っていうのがね少ないんですよね。で僕ちょっとね実験的にMacBook Pro のモデルだったかなとかではこういったこうフラッシュライトとかを使ってやってみたんですけど、やっぱり直射のものに関しては絶対にこう消えるっていうことはないです。そこはまではいかないと思います。ただやっぱりこう圧倒的にねこう目立ちにくくはねなると思いますし、こう何かしらこうふわっと映っちゃってるものとかに対してはかなりね効果があるんじゃないかなというふうに思います。で僕的に一番ねこれが大事かなと思うのが、窓際でね作業する方ですね。 iMac をこう窓の近くに置く方、よりこう自然光の環境の近くでやる方はやっぱりこう画面のね発光力が太陽光に負けちゃうとちょっと見えづらくなっちゃうんですよね。なのでそういった環境にある方は、ナノテクのね、やつも結構いいんじゃないかなと僕はね思ったりもしております。で実際にねこれ触らせてもらってどんな感じのね表面になってるのかっていうのを見てみたんですけど、これはね意外とツルツルなんですよ。中に結構こうちょっとねザラッとしたような質感になっていて、パッと見のね解像感っていうのはやっぱりこう普通のレギュラーのねこうディスプレイの方がやっぱりよりこうクリーンというかディティールはしっかりと綺麗な感じがしています。ナノテクもね解像感はねめっちゃ落ちるわけじゃないんですけど、やっぱりこう若干ザラつきみたいなのはどうしてもやっぱあるなというふうには感じたので、超綺麗にねディスプレイを見たいっていう方はやっぱりこうそこのねオプションはせずに反射してもいいからやっぱ綺麗な方を取るっていうのも、僕としては一個のね選び方かなとは思っています。で地味にね嬉しいのが iMac は、外部ディスプレイのね接続台数が増えました。 M1 チップ搭載とかであれば1個しかね外部で出せなかったんですけど、今回のね iMac はですね10コア CPU 搭載 iMac はですね最大2台のね外部ディスプレイにも対応しました。なのでね iMac でさらにね画面を表示させて増やして使うこともできるようになっています。っていう感じでかなりね魅力的な iMac だと思うんですが、ちょっとだけ注意点がありましてですね、買う時にかなり注意ポイントなんですけれども、今回の iMac、今までもそうなんですけど8コアモデルと10コアモデルっていうのがあって、8コアモデルであるとサンダーボルト4のね端子が2ポートになるんですよね。一方で10コアのね CPU、GPU のモデルであればサンダーボルト4のね端子が4ポートになるので、そうなので、前者のモデルであればこう裏側のね背面のポートがですねめちゃ少ないってなっちゃうんですよね。これがね結構もったいないっていうところになるし、
なおかつキーボードもですね、マジックキーボードがですね、タッチ ID を搭載していない普通のものになるんですよ。Mac のね、こうロックを解除させるときにタッチ ID できるとね、やっぱめちゃめちゃ便利なんですよね。毎日使うときにね、こう一回一回ね、入力しないといけないって結構めんどくさいので、僕はね、こうタッチ ID で使ってるんですけど、この辺はね、ちょっと注意点にはなります。なので、最小モデルを購入する方は、ちょっとだけね、そこら辺知っといてもらえたらと思います。ただですね、最小モデルでも今回から空張りを全種選べるようになっていて、今までね、最小構成であれば空張りがね、少なかったんですよね。なんですけど、今回から最小モデルでも空張り全色をね、選べるようにはなっております。iMac がね、もう本当に僕もすごく気に入ってるね、Apple 製品の一つで、もう愛を込めたね、レビュー動画作ってますので、よかったらですね、チェックしてみてください。M1 チップ搭載モデルなんですけど、使用感とか、僕はこんな感じで使ってますっていうのが伝わる動画になっていると思いますので、概要欄からチェックしてみてください。はい、というわけで次2つ目、Mac mini でございます。これがね、一押しじゃないかな。今回僕的には一番こうテンション上がった製品でありました。はい。なんといってもサイズですよ。この小ささ、本当に小さくて、もうびっくりしたよ、マジで。めちゃくちゃ小さくて、この iPhone 16 Pro Max の横幅よりも小さいし、縦よりも小さいし、もちろん高さよりも小さくて、びっくりしたね。もうほんとこの手のひらサイズです。僕ね、そんな手は大きくないんですけど、全然ここのね、上に乗るぐらいだったんで、このね、小ささはね、すごかったですね。で、実際にね、旧モデルともね、こんな感じで比較をした動画をね、ちょっとあやなしさんにいただいたんですが、こんな感じでですね、もう全然違いますよね。もう見た感じ。結構ね、フルモデルチェンジと言えるね、デバイスなんじゃないかなというふうに感じておりますと。で、このね、Mac mini のね、嬉しいところは、前面の、ポートが増えたというところですね。今までね、前面にはポートがなくて全部後ろだったんですけど、Mac Studio と同様で前面にも USB-C ポートが2つとヘッドホンジャックが1つあるといったところですね。で、さらに背面ポートに関しては Thunderbolt 4ポートが3つですね。で、HDMI ポートもあるし、Gigabit、イーサーネットポート、有線 LAN をね、接続するポートもあるといった形ですね。で、あとは電源の方。ただですね、USB Type A のね、ポートはなくなったっていうのと、SD カードのね、スロットはないというところは、ちょっと残念なところかなと個人的には思ってます。それでもやっぱりあのサイズになるんであれば、僕はね、全然許容範囲かなと思っております。で、今回ね、電源ボタンがね、下に入ってるんですよ。下についていて、で、これはね、もうあんま電源ボタン使わないだろうというね、Apple さんのね、意図なのかなというふうに思うんですけれども、実際に Mac 使う方で電源ボタンをね、そんなに押すことってあんまりないのかなと、そういうふうには思います。はい、僕も実際にあんまり押さないんですよ。全く押さないわけじゃないんですけど、確かに押さないんですね。で、あれをいざね、押すってなった時に、ちょっと試してみたんですが、あれね、意外と指が入らないんですよ。本当に薄くて、冷却ファンのところと地面と Mac mini の筐体のこの隙間がすごく薄くて、ちょっとやっぱ持ち上げて押すことになるんですね。なので、がっちりと電源を塞いで固定しちゃうと押せなくなると思いますので、やっぱりMac mini が若干動かせるような配置をする必要はあるかなと思います。なので、デスクの下にとかにもDIY してくっつけるみたいな方とかは、ちょっとね、やっぱその電源ボタンが押せるようにやっておいた方がいいのかなというふうには思いました。で、この Mac mini でね、ちょっと気になったのが AC アダプターとかどうなってるのかなみたいな、電源がどうなってるのかっていうところが気になってちょっと聞いてみたんですよ。要はさ、今ちょっとね、撮影に日本照明使ってるんですけど、こういうアダプターみたいな AC アダプターっていうのがやっぱり電源が必要になると思うんですね。こういうパワフルに起動させるものって。で、この Mac mini 自体は小さいけれども、こういう AC アダプターがコードでめちゃめちゃでかいのがいるとかなったら結構本末転倒だなと思ってそれを聞いてみたんですけど、で、そのね、コードの全貌をね、ちょっと見れるね、配置っていうのがなかったんですが、聞いてみたところオンリーケーブルらしいです。はい。なので、特に AC アダプターがね、必要とかっていうわけではないので、電源ポートはね、USB-C っていうわけではないんですが、ただもうケーブル1本だけにはなるとのことなので、ケーブルと Mac mini を持ち運べば、一応ね、使えるということみたいですね。そうなった場合に、Vision Pro どうなんかなと思って、それも聞いてみたんですよ。Vision Pro で、PC として認識をさせて、要は Windows をね、外で出せるのかっていうのを聞いたら、それはいけるみたいなんですよね。まだやってみてないんだけどとは言ってたんですけど、一応ね、通訳の方にも確認してもらいつつ聞いたんですが、一応それいけるみたいなんですよ。もしちょっとね、これいけなかったらすぐにね、概要欄に訂正しますが、今のところそれはね、大丈夫みたいですね。ちょっと実機が届いて僕もね、その辺は確認しようかなというふうには思っております。で、パフォーマンスにおいてももう問題なくてっていうか、もうパワフルすぎてちょっと笑っちゃいました。今回ね、この Mac mini には M4 と M4 Pro も入っちゃうんですよね。なので、
Mac mini で良くないってなっちゃうかな、これ本当に。M4 のね、パフォーマンスとしては CPU10 コアモデルだと M1 のモデルよりも約 1.8 倍速くて M2 よりも約 1.6 倍速いパフォーマンスですと。GPU 性能は M1 よりも約 2.2 倍速く M2 よりも約 1.4 倍速いということなので、かなりね、これ結構速くなってるんじゃないかなというふうに思いますよね。で、メモリもね、ありがたいことに 16GB スタートですと。で、最大で64まで積むことができます。で、さらに M4 Pro のモデルはですね、最大 64GB のメモリを選べて、かつストレージが 8TB です。8TB やから確実に iMac よりもパワフルにできます。はい。なので、iMac でちょっとこうスペックが足りないな、iMac をパワフルに使いたかったなっていう方は Mac mini で、スタジオディスプレイはちょっと高いけど、Mac mini で使った方がよりパワフルで、ちゃんとね、こうヘビーなことができるかなというふうには思いますね。で、この M4 Pro モデルになるとどうなるかっていうと、M4 Pro 搭載の Mac mini は、インテル搭載の最高の Mac mini よりも、例えば AI の文字起こしとか、そういう精度っていうのは、驚異のね、20倍なんですよ。めちゃくちゃそういったパフォーマンスが良くなってるので、本当にこう Apple Intelligence 系のところでかなりね、サクサクとスムーズに生成ができていくんじゃないかなというふうに思います。で、M4 モデルに関しては Apple 初のね、Thunderbolt 5のね、ポートを搭載しているんです。M4 モデルに関しては Thunderbolt 4になるんですけど、今回から5もね、選択肢になっておりまして、この5が結構エグくて、最大で1秒間に、最大だけど 120GB のデータ転送がね、可能ですと。Thunderbolt 4が 40GB とかだったかな、はい、とかなんで、もう爆速にも程がありますよね。ただこれはね、そんなこうケーブルとかにも依存するし、 SSD とか外部のストレージがその速度に対応してないとあんまり意味がないっていうのはあるんですが、マックスのね、こう転送速度がそこまでになるというところなんで、これはすごいですよね。で、Apple のね、公式ストアにも出てるんですけど、この Thunderbolt 5のポートは純正だとね、1万円ぐらいしてしまうんで、高いなと思うんですけれども、でもこの5っていうのはね、結構すごいですよね。で、この M4 Pro モデルに関しては最大でね、3枚のね、外部ディスプレイにね、対応することなので、もうめちゃめちゃね、出力をさせてできますよね。はい。M3 はね、2枚までだったはずです。で、重量に関しても M4 モデルだったら 0.67kg。で、M4 Pro だったら 0.73kg なんで、1kg もないんですよ。本当に軽い。カメラボディ1個分ぐらいなので、全然持ち運べちゃいますね。はい。持ち運ぶような PC ではないんだけど、持ち運びたくなるようなPC のような感じがしておりますね。でですよ、価格がね、マジでちょっとミスったってぐらい結構これ今回安いなって思ったんですよね。今回最小の M4 モデルが 94,800 円からです。M4 Pro モデルは 218,800 円からという風になっています。特に M4 モデルがめっちゃ安いですよね。10万円切っちゃいました。この時代にこの為替でこの性能でさ、この価格はちょっとお買い得じゃないですか。さすがにこれはね、ちょっと僕も揺らいじゃいますね。いや、やばいと思う。結構安いですよ、これ。M4 入ってるんですから。M4 入ってて9万円台ですから。で、しかもですね、Mac に関しては学割が効きます。学生さん、学割が効きますから。今回の Mac mini 学生のストア価格見てみてください。なんと、79,800 円からです。これは買いです。もう絶対に買いだと思います。学生とか職員さんとか教職員の方とかも、対応だと思うんですが、7万円台から買えるということで、これはね、本当に今回のね、目玉商品なんじゃないかなと思います。ほんまにびっくりするぐらい軽いし、こう音楽のね、制作のスタジオのこうデモとかも見せてもらって、こうデスクにね、こうセットアップを見せてみたんですけど、本当にちっちゃくて、もう場所も取らないし、キーボードとかマウスとかいろいろと他のね、デバイスを置いてても、ちっちゃさであれば、全然こう場所を取らずに邪魔にならないね、存在感だと思うので、本当にね、この Mac mini はね、マジで一押しっていうか、もう僕はね、ちょっと買っちゃいそうな感じがしてるんですけれども、はい、めちゃめちゃ魅力的だと思います。というわけで皆さん、最後、MacBook Pro いきたいと思います。今回の MacBook Pro もですね、3つのチップからね、構成されています。M4、M4 Pro、M4 Max の3つを選ぶことができますと。では、それぞれね、いろんな違いがあるんですけれども、M3 モデルのね、MacBook Pro に関しては、最小メモリが 8GB だったのに対して、M4 モデルであれば、今回は 16GBスタートになったので、メモリとかストレージもこう安心しつつ、よりね、MacBook Air ではない筐体の MacBook Pro の、例えば HDMI 端子、SD スロットとか、あとは MacBook Pro になることによって XDR ディスプレイになるんですよね。MacBook Air とはまた違ったディスプレイの、よりこう綺麗で繊細で、よりですね、こう素晴らしいね、ディスプレイをね、使うことができるので、MacBook Air の M3 を使っていたとしても、もうこう MacBook Pro の筐体を使いたいっていう、そういうニーズはあると思うので、なので
で MacBook Pro が欲しいんだけど、そこまでスペックがいらないっていう方は、このね、M4 っていうのが結構最適だったりしますね。で、もちろんですね、パフォーマンスはもうめちゃくちゃどちゃくちゃ上がってるらしくてですね、M4Max、もうちょっと Max 基準でいきますが、M4Max は M1Max よりも CPU パフォーマンスは最大 2.2 倍、M3Max よりもさらに 1.2 倍と。で、GPU パフォーマンスが M1Max よりも最大 1.9 倍。で、M3Max よりも 1.2 倍ということで、結構ね、これは上がってますね。実際に僕今、M2Max の 96GB メモリの 4TB SSD みたいな PC を使ってるんですが、M2Max はね、厳密に記載はないんですけど、多分ね、かなり上がってると思うので、ちょっとそれもね、後々検証していきたいなと思うんですが、より上がってそうです。で、1個気になったのが、公式のね、サイトで1個言ってたんですけど、ダヴィンチリゾルブでのノイズ除去をリアタイでできるとか言ってたんですよね。マジでと思って、これができるだけで、これ M4Max 使いたいなっていう感じになるんですけど、今回いろいろとね、実際に話を聞いていると、やっぱりレンダリング系のね、グラフィック性能がやっぱ特にね、著しく上がってるとのことで、本来こういったVFX とか、レンダリング処理をね、扱うことが必要とするような PC っていうのは、別でね、そういった専門の機器が必要だったりするんですけれども、間違いなく、そのね、担当の方はね、もうこの本体1個だけでいきますよ、みたいな感じで言っていて、実際にね、ちょっと 3D モデリングのね、モデルをちょっと見ていて、それらをね、ちょっと触っていたりとか、実際にデモを受けていたんですけど、本当に止まる素振りが一切なかったし、本当に厳密にね、テクスチャーとかを変えていっても、すごくね、それを瞬時にね、反映させていったりとかで、結構本当にね、この辺のパフォーマンスっていうのは、結構ダイレクトに上がってることを感じることが多かったですね。僕はそこまでね、3DCG レンダリングとか、VFX をね、しないんですが、やっぱりですね、ノイズ除去系っていうね、作業は結構やるんですよ。ダヴィンチリゾルブでのカラー編集のノイズ除去もやるし、ライトルームとかね、写真においてのノイズ除去もやることは結構多いかと思うんですが、そういったところで結構ね、GPU 性能を使って、高速な処理ができるのであれば、そういった処理がね、かなり速くなっているとのことなので、この辺はね、結構ね、本当に良さそうなね、感じがしていますね。で、今回の MacBook Pro のすごくいいところがですね、バッテリーです。バッテリーのね、持続がかなり良くなってて、最大で24時間なんですよね。長すぎやろって感じなんですけど、もちろんね、編集とかいろんな作業をしてるとそんなに持つことは絶対ないんですが、やっぱり従来のね、モデルよりもバッテリーの持続時間がかなり増えてるとのことなので、なのでね、結構電力効率っていうところもね、かなり向上をしているというところです。で、MacBook Pro もナノテクのね、ディスプレイにオプションで変更することが可能です。MacBook は少し安い22,000円になるんですが、これでね、変更させて反射防止のね、コーディングをすることもできます。やっぱり持ち運んで、外で編集するみたいな方は、かなりね、これ本当に恩恵があるんじゃないかなというふうに思います。iMac とかよりも、やっぱり外でね、持ち出すことが多いね、デバイスになると思うので、そういったニーズにはすごくね、いいんじゃないかなというふうに思いました。で、カラーバリエーションがスペースブラックとシルバーというところで、僕はね、シルバーのね、MacBook を持ってるんですが、ちょっとスペースブラックで若干感じたのが、トラックパッドとか、あの辺のね、やっぱ指紋が若干目立ったなっていう感じはしました。めちゃくちゃかっこよくて、スペースグレーとはね、また違ったカラーになるので、すごいね、やっぱブラックはね、引き締まっててかっこいいなというふうに思うんですね。ただちょっと指紋は目立つかなというふうに感じたので、その辺がね、気になる方は、シルバーがいいのかなと思います。で、今までと同じくね、14インチ、16インチというふうになるんですが、僕のおすすめとしては14インチかな。やっぱり16インチ結構大きいので、14が結構僕はおすすめかな。特にバッグに入れて持ち運ぶ方とか、飛行機によく乗る方は、Mac だけでも本当に16インチを持つと、それだけでカバーとか合わせると2キロ弱とかいっちゃうので、本当に持ち出しが多い方は、僕としては14インチがね、おすすめしたいなと思いますね。こういった僕も今 LA に来てますが、海外も結構行くんですけど、やっぱ16インチをね、もともと M1Max で使ってたんですけど、本当にしんどくてほんまに重いから14がいいと思います。で、最後に予約とね、発売日に関してなんですが、すべて全商品ね、予約は開始されています。で、発売日は8日になりますので、もしね、購入したいものがあれば、もう今すぐね、購入していただくのがね、いいんじゃないかなというふうに思っております。はい、というわけでですね、皆さんいかがだったでしょうか。今回ですね、現地でね、一通り触って全部をね、聞いてきたので、それをね、まずは皆さんに早く届けたいと思って動画をね、作らせていただきました。日本に帰ったらね、ちょっと多分ね、全部テストがね、できると思いますので、引き続きですね、より細かなレビューであったりとか、よりね、もっと深掘った、パフォーマンスとか、そういったところはね、より一つ一つね、しっかりと見ていきたいなというふうに思っていますので、それぞれね、どういった項目を知りたいとか、どういったことを、検証してほしいとか、もしあれば、ぜひね、コメント欄でいただけると嬉しいなというふうに思います。もしね、今後ちょっと見たい動画などもあれば、ぜひね、リクエストいただければなというふうに思っております。というわけで、皆さ
さん今回もね、動画見ていただきありがとうございました。いや、ほんまに今回ですね、もうちょっとこの後ね、もう日本帰るんですけれども、いやーね、念願のこう、アップルさんにね、こう、アメリカまで、US まで呼んでいただいて、もう飛行機もね、ちょっとビジネスクラスでちょっと来させていただいて、で、こんなにね、好きなホテルにもね、今、2泊していて、で、めちゃくちゃね、こう、いろんなこう、海外のね、クリエイターさんも超有名な、こう何百万人っていうね、登録者がいるような方々と、交流できたりとか、お友達になれたりとかね、本当にいろんなこう、出会いもあって、すごくね、素敵な時間を過ごすことができました。まあ、すべてをね、まとめて Vlog もね、出そうと思っているので、それも見ていただきたいんですけど、まあ、僕もね、こういった経験ができるようになったのも、皆さんのね、本当にこう、応援のおかげっていうのもありますし、普段からね、見ていただいたりとか、コメントをしてくださっているからこそ、こういったこともできるようになっていますので、本当に、皆さんいつもありがとうございます。そして、今後のね、動画であったりとか、この動画がいいなというふうに思ってくださった方は、ぜひグッドボタンとか、チャンネル登録していただけると嬉しいです。というわけで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。これから日本に帰りたいと思います。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。